レギュラードテテロンです。今回ね、スクワットバスターズからやっていきたいと思います。こちらスクワットバスターズね、始まったばっかりなんですけど、やっぱり序盤やっていきたいこととか、序盤押さえておきたいことっていうのはね、たくさんありますのでね、そちらを紹介していきたいと思います。かなり初心者向けの動画にはなるんですが、まずは、ショップをね、見ていきましょう。左のショップって書いてあるところ。ここね、毎日無料のね、キャラクターがね、なんか配布されてるんでね、こちらもう回収済みにはなってるんですけど、こちらをね、毎日回収するのを忘れないようにしましょう。事前登録してる方だったら、またちょっと違ったものもね、紹介されてるかもしれません、無料で。で、クリエイターブーストね、こちらね、クラクラのコンテンツの方のクリエイターなんですけども、スカットバスターズの方も僕の名前が入っているということで、もし課金する際はぜひよろしくお願いします。で、ゴールドの使い道なんですけども、宝箱チケットがね、一番いいかなと。スーパーステルゲーム、大体そうなんですけど、例えば、ベビーキャラクターを入手みたいな、12000ゴールドみたいな感じなんだけど、そのキャラクターをピンポイントで買うことよりも、宝箱チケットから宝箱3回分でもらう方が、合計もらえる数は多くなることが多いです。どうしてもあげたいみたいなキャラクターがめちゃめちゃお買い得で並んでるみたいな、ベビーキャラクターウィザードあげたいぜみたいな感じだと、ギリギリありぐらいかなって感じなんだけど、ゴールドに余裕がある人がね。基本的にはこの宝箱チケットを買って、対戦終わった後のね、宝箱をたくさんもらっていくっていうのが一番いいのかなと思います。この宝箱チケットはなんだって感じなんですけど、このプレイって書いてあるところ、今3分の0ってなってるんですけど、リワード宝箱がありませんということで、バトル終了後に、賞金、報酬のね、宝箱をもらうことができないって形なんだけど、この宝箱を入手してあげると、対戦終わった後にね、宝箱をもらうことができるんだけど、ゴールドの使い道としては現状一番これがコスパがいいとされていますので、ぜひ、ゴールドはね、こっちに使うのがいいかなと思います。で、アイテムとかはね、このブックのところに、例えばスケルトンを1200体を倒しましたとかいうとここからで通知が来ますし、スクワットの方でね、アーチャークイーンレベル上げれるよみたいな時はこっちの方に通知が来ます。この辺もね、見たらわかるようにはなってると思うので、見逃さないようにね、してあげるといいかなと思います。そして、このね、スパセルゲーム、全部そうなんですけど、このスーパーセル ID っていうのがね、非常に便利になってます。今回はね、スクワットバスターズはスパセル ID を登録すると、アーチャークイーンをゲットすることができるので、ぜひそちらも忘れずにやっていきましょう。スパセルゲームやってる方はね、もう説明いらないかなって感じなんですが、やったことない方はね、こちら非常に便利な機能になってて、メールアドレスとアカウントね、リンクさせることができるみたいな機能なんだけど、これをすると、複数端末、例えば僕今 iPad で撮影してるんだけど、電車に乗ってる時とかって携帯でやりたいじゃないですか。携帯でも同じアカウントでログインできるようにすることができるんですよ。このスーパーセル ID を携帯と iPad 両方にね、このスクワットバスターズスパセル ID つなぐと、別の端末でも自分のアカウント、一つのアカウントにログインすることができます。またサブアカとかも作って切り替えることもできるので、超便利で、やらない意味がないぐらいの機能なので、ちょっと最初めんどくさいかもしれないんですけど、慣れたらめっちゃ便利なので、絶対やってみてください。詳しくはね、ちょっと押してみればメールアドレスの登録とかいろいろ出ると思うので、簡単に済むのでね、やってみてください。ここからね、実践編ということで、ゲーム内でのね、ことをね、紹介していこうかなと思うんですけども、おすすめキャラクターとかね、別の動画にするので、そちらの方も見ていただきたいんですが、このスクワットっていうところを押して、アーチャークイーンでいいかな？詳細っていうところを押すと、こんな感じで、アーチャークイーンのね、能力説明が出てるんですけど、この合体の横の、合体しました。の横に矢のマークついてますよね。これ押してあげるとね、なんと、こんな感じで、訓練ができます。実践の練習みたいな感じで、この立ち回りがね、できます。今回はこちらのモードを使ってね、紹介していこうかなと思います。ちょっと入れ替えが無料なので、アーチャークイーンをね、紹介していきたいんですけども、合体という機能があります。同じキャラクターを3体集めると、1つになって強くなるみたいなイメージで、はい、アーチャークイーン。これで2体になりましたね。次もう1回アーチャークイーンを獲得することができると合体ができるんですけど、ちょっと入れ替えを使ってアーチャークイーンを引きましょう。来ました。これで3体目のアーチャークイーンになりますね。HP が1300、攻撃力が140っていうのが今2体並んでるところなんだけど、3体目これ、アーチャークイーン合体と、これになると、HP がね、4500で攻撃力も上がるみたいな。ちょっとね、もう一回戻ろうかな。1300の140、合体を押すと4550の294ということで、HP が高くなって、攻撃力は3倍とはいかないですが、みたいな感じですね。これをすると他に何がいいことあるかっていうと、実際にちょっと見ていただきたいんですが、まずは、はい。
3コインを使ってアーチャークイーンを獲得します。で、次のアーチャークイーン獲得に5コイン使ってってなると、もう一回ね、3コインに戻るんですよね。スクワットバスターズの宝箱の使用量って、キャラクターの数によって値段が変わるんですよね。なので、合体をすることで値段を下げることができるっていう、これもね、非常に便利な能力になってますので、ぜひ、見逃さないようにね、していただければと思います。そしてね、実戦において結構大事なことが、ブーツですね。これ、足が速くなるじゃないですか。これ、押してる間だけ。で、切れちゃうと、スタミナ切れみたいな感じで、ノロノロ走るんだけど、これを、できるだけしっかり保つ。マックス近くで保ってあげる。敵と遭遇した時、NPC じゃない対人プレイヤーと遭遇した時に逃げなきゃいけなかったり、追いかける時に実際に使いたいんですよ。その時までしっかりブーツが残ってるような状況をキープする。もう移動する時でもなんかちょこんって移動するみたいな。ちょこちょこちょこんって移動してって、ちょっとババキンまた作りましょうか。合体という形で。で、もう一つこちらにはね、機能がありまして、攻撃避けていく。このね、ブーツボタンを連打することで攻撃速度が速くなります。これ知らなかった方もね、結構多かったんですけど、これね、連打すると攻撃速度速くなる。なので、追ってって攻撃止まってブーツ連打みたいな感じで、人と戦うときってこのブーツがあるかないか相当違うので、できるだけね、取っときたいんですよね。まあ、だからこそさっき言ったように、ブーツはこういったところなんか、たまになんかちょっとだけ使って移動をちょっとだけね、上げてくみたいなぐらいはいいんですけど、こんな感じでも移動全振りみたいな走り方しちゃうのは良くない。これとっても良くない。って感じですね。実戦でやっちゃってる方結構多いんじゃないかなと思うので、そちら気をつけてみてください。あとはアイテムですね。爆弾っていうのがね、ちょっと邪魔されてる。今、呪文なんだけど、アイテムっていうか呪文かこれのスカットバスターズだと。ブーツの左下のところにね、爆弾があります。これ、真上に投げるだけじゃなくて、こういう感じでスライドして自分の自由自在にね、投げたいところに投げることができます。ほいっと。で、これ自分は食らわないので、爆弾とともに突っ込むみたいなこともね、できますし、結構ね、対戦相手とか見てても、なんか真上に、知らなくてボタンを押して真上にポーンって飛ぶみたいな人も結構多かったりするので、まあ自分の狙ったところに飛ばすことができるよっていうのはしっかり覚えておくといいかなと思います。こんな感じね。連打して爆弾が来るから避けて、爆発してから回収するみたいな感じで。基本的な立ち回りはこんな感じかなと思います。はい。はい、というわけでね、今日はね、序盤で絶対をね、押さえておきたいポイントっていうのをね、見ていきました。どんなキャラクターが強いかとかはね、また別の形なんですけども、ブーツの重要性っていうのがね、分かったかなと思います。あとはね、コインはね、宝箱を開けるために、使うと。宝箱チケットで使うみたいな感じでね。知らないでね、無駄遣いしちゃうと損しちゃうので、ぜひね、正しい知識を身につけて遊んでみてください。参考になったなと思ったらチャンネル登録、高評価、またね、友達などに共有していただけると嬉しいです。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価でいらっしゃいましたら、撮影動画しましょう。さよなら。